ナポレオン、中島敦。ナポレオン飯取りに行くのですよ。と若い警官が私に言った。パラオ南方離島通いの小汽船国交丸の甲板の上である。ナポレオン？ええ、ナポレオンですよ。と若い警察官は私の驚きを期待していたように笑いながら言った。ナポレオンといっても島民ですがね。島民の子供の名前です。島民には随分変わった名前がいろいろとある。昔はキリスト教の宣教師に命名してもらうことが多かったので、マリアとかフランシスなどというのが多く、また以前ドイツ領だった関係からビスマルクなどというのも時にはあったが、ナポレオンは珍しい。しかし私の知っている他の島民の名前、7月に生まれたのであろう。心、歯磨きなどに比べれば何と言っても堂々たる名前には違いない。もっともそのあまり堂々としすぎている点がおかしいのには違いないが、甲板に貼られたカンバスの日和の下で私は色の黒い不良少年ナポレオンの話を聞いた。ナポレオンは2年前までコロールの町にいたのだが、工学校3年生の時、年下の女の子にひどく悪性の刺逆症的ないたずらをして、その子をほとんど死に瀕せしめたという。その他これに類する事件を2つ3つ引き起こし、さらに窃盗なども働いたらしく、おととし13歳の時に未成年者への罰としてコロールからはるか離れた南方のエス島へ流されたのである。名目上はパラオ諸島に属しているものの、これら南方離島は地質的にも全然別の島だし、住民もずっと東方の中央カロリン系のものなので、言語習慣もパラオとはまるで変わっている。さすがの悪少年ナポレオンも最初はだいぶ並行したらしいが、環境に適応するというよりこれを克服する不思議な才能を備えていると見え、半年も経たぬ間にエス島でも持て余す長領ぶりを示し始めた。島の少年どもを脅迫したり、娘や人妻に怪しからぬ振る舞いをして困るからとの陳情が村の村長からだいぶ前にパラオ市長の方へ来ているという。そんな悪少年は島のうちで制裁すればいいと思われるのに、それがどうして島の大人たちが逆に怯えているありさまなのだそうだ。エス島は人口も極めて少なく、それも年々減少しつつある。いわば廃島に近い島なのだが、わずか15、6歳の少年一人を抑えかねるほど住民らも元気がないのであろうか。私と今話している警察官がナポレオンを召し取りに来たのは、この少年に改春の情なしと見たパラオ市長の刑務課が彼の流刑の期間を延長し、その上流産地をエス島よりもさらに南方をはるか隔たったティー島に変更することに決めたためである。警官はこの要件ともう一つ碧園処理島の人頭税取り立て等を兼ねて一人の島民巡警を引き連れ、内地人の乗ることなどほとんどない、そして年にわずか3回くらいしか通わないこの離島航路の小舟に乗ったのであった。ナポレオン先生、おとなしくこの船に乗せられてティー島に移りますかなと私が言うと、なーに、いくら悪だと言ったってたかが島民の子供じゃないですか。問題じゃない。と警官がムキになって答えた。その声に今までの会話の調子と違って意外にも
若干の憤激の様子が感じられ、ああ、私の今の言葉は島民の前には絶対権威を持つ警官への多少の侮辱にあたるのかもしれぬと気がついた。エス島がナポレオンの存在に困るからとてティー島にやったのでは、同じような無気力者の寄り合いに違いないティー島でもやはりこの少年に手こずるに違いない。もっと他に何か方法はないものか。例えばコロールの町で厳重な監視のもとに労役に従わせるとか、そういうふうな。それに一体この流刑という古風な刑罰を少年に課しているのはどういう法律なのだろう。日本人の籍を持たぬ彼ら島民ことに、その未成年者にはどんな法律が設けられているのだろう。同じ南洋の管理でいながら、まるで方面違いの、おまけにごく新米の私はそんなことに全然無知だったので、少し尋ねてみたかったのだが、相手の機嫌をいくらか損じたらしい際でもあり、傍らにいる島民巡警への捕虜も手伝って、それは控えることにした。昼頃にはエス島に着くようなことを船長は言っとったが、この間みたいに半日も流されて行き過ぎとるなんてことがあるから当てにはなりませんな。警官は話を変えてそんなことを言い、伸びをしながら目を海の方に向けた。私もまたそれにつられて何ということもなく目を細くして眩しい海と空とを眺めた。底抜けの上天気である。なんという光り輝く青さだろう。海も空も。澄み通る明るい空の青が水平線近くでぼうと煙る金粉のもやの中に溶け去ったかと思うと、その下から今度は一目見ただけでたちまち全身が染まってしまいそうな華やかな濃い藍の水が広がり膨らみ盛り上がってくる。内に光をはらんだ法令極まりない卵子色の大円盤が船の白塗りの手すりの上になり下になりして、とてつもなく大きく高く膨れ上がり、さてまたぐーんと低く沈んでいく。根性気という言葉を私は思い出した。それがどんな鬼か知らないが、無数の真っ青な子鬼どもが白金の紅葉産卵たる中で乱舞したら、あるいはこの海と空の華麗さを呈するかもしれないと、そんな取り留めもないことを考えていた。しばらくしてあまりのまばゆさに海から目をそらして前を見ると、ついさっきまで私と話していた若い警官は布製の寝椅子に寄ったまま、すでに心よげな寝息を立てていた。昼近く船はサンゴ礁の過激の水道を通って湾に入った。エス島だ。黒きコナポレオンのいるというエルバ島である。低い、全然丘のない小さなサンゴ島だ。ゆるく半円を描いた渚の砂は、サンゴのクズはあまりにも真っ白で目に痛い。年老いたヤシ樹の列が青い昼の光の中に低々とそびえ立ち、その下に隠見する土人の商社がひどく低く小さく見える。20-30人の土民男女が浜に出て目をしかめたりコテをかざしたりしながら我々の船の方を見ている。潮の関係で突堤にはつけられなかった。岸から半丁ほど離れて船が止まると、向かいのカヌーが3隻水を切って近寄った。見事に赤銅色をしたたくましい男が真っ赤なふんどし一つで漕いでくる。近づくと彼らの耳に黒い耳輪の下がっているのが見えた。では行ってきます。と警官はヘルメットを手に取りながら挨拶し、巡警を従えて甲板から降りていった。この島には3時間しか泊まらないことになっている。私は
上陸しないことにした。ひとえに暑さを恐れたためである。昼食を下で済ませてからまた甲板へ登ってきた。外界の濃い藍色とは全然違って、リーフ内の水は土に溶かした翡翠だ。船の影になったところは厚いガラスの切断部のような色合いに特に澄み通って見える。エンジェルフィッシュに似た黒い派手な縦縞のある魚と、サヨリのような飴色の細い魚とが盛んに泳いでいるのを見下ろしているうちに眠くなってきた。さっき警官の眠った寝椅子に横になるとすぐに寝てしまった。タラップを登ってくる足音と人声とに目を覚ますと、もう警官と巡警とが帰ってきていた。傍らにふんどし一つの島民少年を連れている。ああ、これですか、ナポレオンは。はあ、とうなずくと、警官は少年を甲板の隅の作具などの積んでいるあたりへ向けて突き飛ばした。その辺へしゃがんどれ。警官の後ろから巡警が20歳になったかならないくらいの愚鈍そうな若者だ。何か短く少年に言った。警官の言葉を通訳したのであろう。少年はふてくされたような一別を我々に投げてから、そこにあった木箱を腰に下ろし、海の方を向いてしまった。島民としては甚だ目が小さいが、ナポレオン少年の顔は別に醜いというわけではない。そうかといって大抵の邪悪な顔にはどこかずるい賢さがあるものだが、悪賢いという柄でもない。賢さなどというものは全然見られぬ愚鈍極まる顔でありながら、普通の島民の顔に見られるあのとぼけたおかしさがまるでない。意味も目的もない、混じり気のない悪意だけがはっきりその愚かしい顔に現れている。先ほど警官から聞かされたこの少年のコロールでの残忍な行為も、なるほどこの顔ならやりそうだと思われた。ただ予期に反したのはその体育の小さいことである。島民は概して20歳前に成長しきってしまうので、15、16にもなれば実に見事な体格をしている者が多い。ことに性的な反抗をするほど早熟な少年ならば、きっと体育もそれに伴って十分発達しているだろうと思ったのに、これはまた痩せてひねこびた猿のような少年である。こんな体の少年がどうしていまだに家柄の次には腕力が最もものを言うはずの島民の間で囚人を恐れさせることができるか、まことに不可思議に思われた。ご苦労様でしたな、と私は警官に向かって言った。いや、船が珍しいもんだから、野郎、村の者と一緒に浜へ出とったんで、すぐ捕まえましたよ。しかしあの男が、と巡警を指して、言うにはですな、困ったことに、と警官が言った。ナポレオンの野郎、今ではパラオ語をすっかり忘れてしまっとるんですと。何をあれに聞かせても通じんのです。しかしそんなことがあるもんでしょうかな。わずか2年の間に自分の生まれた土地の言葉をみんな忘れてしまうなんてことが。2年間この島でトラック語ばかり使っていたために、ナポレオンはパラオ語を忘れ果てたという。工学校で2年ほど習った日本語を忘れたというのならこれはわかる。しかし生まれた時から使ってきたパラオ語まで忘れるとは。私は首を傾けた。だがまんざらありえないことではないかもしれんなと思った。しかしまた一方、警官の尋問を避けるための偽りではないと誰が知ろう。さあね、と私ももう一度首をかしげた。わしもね、奴が嘘をついとるんじゃなかろうかとだいぶ責めてみたんですがな。やっぱり本当に忘れてしまったらしいところもあるし。と警官はそう言いながら額の汗を拭い、こちらに背中を向けているナポレオンの方を
忌々しそうに見合った。とにかくふてくされた生意気なやつですよ。まだ子供のくせにこんな強情な野郎はない。午後3時、いよいよ出版だ。ゴトゴトというエンジンの音とともに船体が軽く上下に揺れ出した。私は警官と甲板の椅子によって我々二人だけが一等船客だったので、いつも一緒にいないわけにいかないのである。島の方を見ていた。その時、我々の傍らに立っていた例の島民巡警が、あれと頓強な声を出して我々の背後を指さした。すぐその方向に振り向いた時、私は今しも白塗りの手すりを越えて海の上へと踊った島民少年の後ろ姿を見た。慌てて我々は手すりのところへ駆け寄った。すでに脱走者は船から7、8軒離れた渦の中を船尾を回って鮮やかに島の方へと泳いでいた。止めろ！船を止めろ！と警官がわめいた。ナポレオンが逃げたぞ。たちまち船の上はごった返しの騒ぎとなった。船尾にいた2人の島民水夫がその場から海に飛び込んで脱走者の後を追った。2人とも20歳を超えたばかりと思われるたくましい青年だ。脱走者と追跡者との距離はみるみる縮まっていくように見えた。浜辺で船を見送っていた島の連中もようやく気がついたらしく、ナポレオンの泳ぎ着こうとする方角に向かって白い砂の上をバラバラとかけてゆく。思いがけない活劇に私は手すりによって固唾を飲んだ。これはまた目も覚めるばかり鮮やかな色彩の世界を背景にした難解の捕り物である。私はよほど嬉しそうな顔をして眺めていたに違いない。面白いですなぁ、と声をかけられて気がつくと、いつの間にか隣に船長が、どういうわけかこの船長はいつ見ても多少の手気を帯びていないことはない、来ていたのである。彼もまたのんびりとパイプの煙をふかしながら映画でも見るように楽しげに海の活劇を見下ろしていた。うまくナポレオンが浜に泳ぎ着いて、さて島内の森の中へでも逃げおおせてくれればいいと、どうやらそんなことを考えていたらしい自分に気がついて、私は苦笑した。だが結果は案外あっけなかった。結局渚から20軒ばかりの竹の立つところまで来た時、ナポレオンは追いつかれた。波よりも体の小さい少年一人と堂々たる体格の青年二人とでは結果は問うまでもない。少年は二人に両腕を取られて引き立てられ、浜に上がったまでは見えたが、島の連中がたちまち取り巻いてしまったので、あとはよく見えなくなった。警官はひどく機嫌を悪くしていた。30分後、主君の二水夫に抑えられたナポレオンが再び島のカヌーで船に連れ戻された時、真っ先に彼は手ひどい平手打ちを3つ4つ続けざまに食らわせられた。さてそれから今度は、さっきは縄をつけなかったのだ。両手両足を船の朝縄で縛り上げられた上、隅っこの島民船員の食料が詰め込んであるらしいヤシバスケットと引用のカワハギ若ヤシとの間に転がされた。畜生、余計な世話を焼かせやがる。と警官はそれでもようやく安堵したようにそう言った。翌日も完全な上天気であった。一日陸を見ずに船は南へ走った。ようやく夕方近くになって無人島 H 礁の環礁の中に入った。無人島に船を寄せるのは万一漂流者がありはせぬかを調べるためだろうと私は思った。どこかの命令航路の規約にそんなことが書いてあったのを覚えていたからである。ところが実際は
そんな甘い人道的な考え方からではなかった。ここでの高瀬貝採取権を独占している南洋貿易会社からの頼みで密漁者を取り締まるのが目的なのだという。甲板の上から見るとおびただしい海鳥の群れがこの低いサンゴ礁島を覆っている。船員の2、3に誘われ上陸してみてさらに驚いた。岩の影も木の上も砂の上もただ一面の鳥。それから鳥の卵と鳥の糞とである。そうしてそれら無数の鳥どもは我々が近寄っても逃げようとはしない。捕まえようとすると初めてわずかに2、3歩よたよたと避けるだけである。大きいのは人間の子供くらいなのから、小さいのはスズメくらいのものに至るまで、白いもの、灰色のもの、薄茶色のもの、単性のもの、何万とも数えきれぬ数十種の海鳥どもが群れているのだが、残念ながら私には同行の船員にも一つも名前がわからぬ。私はただ無性に嬉しくなり、むやみに走り回っては彼らを追いかけ回した。いくらでも、全くおかしいくらいいくらでも捕まるのだ。くちばしの赤くて長い大きな白いやつを一羽抱きかかえたときは、さすがに少し暴れられてつっつかれはしたが、私は子供のように歓声を上げながら何十羽となく捕まえては離しした。同行の船員らは初めてではないので私ほどに喜びはしなかったが、それでも棒切れを振るってはだいぶ無用の殺生をしていた。彼らは手頃な大きさのやつ3羽と薄黄色い卵を10ばかり食用にするために船へ持ち帰った。遠足に行った少年のように満足しきって船に戻ると、下船しなかった警官が私に言った。あの野郎、ナポレオンのことだ。昨日からふてくされて何も食わんのですよ。芋とヤシ水を出して手の縄を解いてやるんだが、見向きもせんのです。どこまで強情かそこが知れん。なるほど。少年は昨日と同じ場所に同じ姿勢で転がっていた。幸いそこは日のささぬところだったが、私がそばへ寄っても目ははっきり開いているくせに視線を向けようともしないのである。次の朝、すなわちエス島を出てから2日目の朝、船はようやく T 島に着いた。この航路の終点でもあり、ナポレオン少年の新しい配流地でもある。T 府内の浅い緑色の水、真っ白い砂と竹高いヤシ樹の遠望、汽船めがけて素早く漕ぎ寄せてくる数隻のカヌー、そのカヌーから船に上がってきては、船員の差し出すタバコやイワシの缶詰などと自分らの持ちきたった鶏や卵などとを交換しようとする島民ども、さては浜に立って珍しげに船を眺める島人ら。それらはどこの島も変わりはない。迎えのカヌーが着いたとき、純系はまだ同じ姿勢でヤシバスケットの間に寝転がっているナポレオン。彼はとうとう丸2日間、強情に一口も飲食しなかったのだそうだ。にその旨を告げ、足の縄を解いて引き起こした。ナポレオンはおとなしく立ち上がったが、純系がなおもその腕を取って警官の方へ引っ張ろうとしたとき、奮然とした面持ちで島民純系を不自由な肘で突き飛ばした。突き飛ばされた純系の愚鈍そうな顔に瞬間驚きとともに一種の恐れの表情が浮かんだのを私は見逃さなかった。ナポレオンは一人で警官の後についてタラップを降りた。カヌーに移り、やがてカヌーから岸に降り立ち、2、3の島の者と共に警官についてヤシ林の間に消えていくのを私は甲板から見送った。ここで7、8人の島民船客がヤシバスケットをカヌーに積み込んで降りていったのと入れ違いに、ここからパラオへ行こうとする10人余りが
同じようなヤシバスケットを担いで乗り込んできた。無理に大きく引き伸ばした耳たぶに黒光りのするヤシ殻製の輪をぶら下げ、首から肩、胸へかけて波状の入れ墨をした純然たるトラック風俗である。1時間ほどすると警官と巡警とが船に戻ってきた。ナポレオン拝流のことを島民らに言って聞かせ、その身柄を村長に託してきたのである。出版は午後になった。例によって浜辺には見送りの島の者がずらりと並んで別れを惜しんでいる。1年に3、4回しか見られない大きな船が立つのだから。日よけの黒眼鏡をかけて甲板から浜辺を眺めていた私は、彼らの列の中にどうもナポレオンらしい男の子を見つけた。おやと思って隣にいた巡警に確かめてみると、やはりナポレオンに違いないという。だいぶ離れているので表情まではわからないが、今はもうすっかり戒めを解かれて、心なしか明るく元気になったらしく見える。隣に自分より少し小柄の子供を2人連れ、時々話し合っているのは、すでに上陸後3時間にして早くも子分を作ってしまったのだろうか。船がいよいよ汽笛を鳴らして船首を外海に向け始めた時、ナポレオンが居並ぶ島民らと共に船に向かって手を振ったのを私は確かに見た。あの強情なふてくされた少年が一体どうしてそんなことをする気になったものか。島に上がって腹いっぱい芋を食ったら、戦中の憤懣もハンガーストライキもすべて忘れてしまって、ただ少年らしく人々の真似をしてみたくなったのだろうか。あるいはここの言葉はすでに忘れてしまっても、やはりパラオが懐かしく、そこへ帰る船に向かってつい手を振る気になったのだろうか。どちらとも私にはわからない。国交丸はひたすら北へ向かって急ぎ、コナポレオンのためのセントヘレナはやがて灰色の影となり、煙のごとき一線となり、1時間後にはついに完全に声援もゆる大円盤の彼方に没し去った。